ご視聴ありがとうございます。今回は都心の真ん中にある2つの路線が並走する区間のご紹介です。変則的な駅配置となった理由と、真ん中にある地味な駅に隠された便利ポイント、そしてこの区間が果たす意外な役割に注目です。私が今乗っているのは都営地下鉄三田線の西高島平行き列車です。都営三田線は東京都心をおおむね U 字型に貫く路線。去年春には初の8両編成が運用入りし、東急目黒線との直通運転に加え、今年3月には相鉄線直通も始まります。次の駅が大手町駅。東京駅からも程近く、東京メトロの4路線と乗り換えができます。そしてこのうち千代田線とは一つ前の日比谷駅から並走しています。ただし三田線は1区間で着くのに対し、千代田線は間に1駅あります。日比谷駅から2分、大手町駅に到着です。ここはホームの後ろ寄り。三田線と千代田線のホームは並んでおらず、千代田線のホームは前方の改札を出た先にあります。乗った車両によっては思いのほか時間がかかります。ホームの真ん中にある階段は閉鎖されている時間も長く、この駅の重心がどこにあるのかが分かります。ホームの突き当たりには別の階段があり、やはりこの付近が混雑するようです。今は休日の朝なので人気はありませんが、上下方向のエスカレーターも完備され、ラッシュ時の利用者の多さが分かります。エスカレーターを上がり、右に折れたところに改札があります。都営地下鉄と東京メトロは構内が独立しているので、一旦改札を出ます。結構年季の入った作りの三田線ホームや改札周辺に対し、千代田線改札の手前で内装がガラリと変わります。割と明るい感じの三田線に対し、千代田線はシックな感じ。千代田線大手町駅は数年前に改修され、見違えるように綺麗になりました。改修工事は接続する他の路線のホームでも行われているほか、通路なども順次綺麗になっています。千代田線のホームにつながる階段は改札からまっすぐ進んだところにあります。この左に三田線のトンネルがあるというわけです。そして今から向かうのが先ほどの路線図に載っていた二重橋前駅。丸の内の副駅名がついています。これは車内のモニターでも同じで、アナウンスでも読み上げられます。そしてこの二重橋前駅、三田線の日比谷大手町間が2分程度しかかからないことからも分かる通り、大手町駅から猛烈に近く、ものの1分もせずに到着です。ホームに降ります。降りる乗客はまばらで、反対ホームに並ぶ人の姿もありません。東京の真ん中にある駅なのに随分寂しい感じです。この駅は地下鉄5路線が集まる大手町、3路線が集まり JR 有楽町駅に接続する日比谷とは違い、他の路線への接続がありません。私が今いるのは10両編成の千代田線の先頭1号車のあたり。ホーム後方に進みます。この駅もリニューアルされているものの、大手町とは異なり床面のタイルは改修されていません。列車の発着時にはアナウンスなどがありますが、それ以外は静かな空間です。ホームの反対側に到着です。奥のエスカレーターは大手町と同じく上りだけ。床面のタイルが改修されていなかったホームとは違い、階段のタイルは改修されており、改札周辺は大手町に負けないくらい綺麗になっています。改札を出て右奥にある通路を進みます。この通路はトンネルの上に延々と続いており、この先三田線の大手町駅と千代田線の大手町駅までつながっています。一旦ここで左に曲がります。横への通路が不自然に長いのは、この下に千代田線と三田線のトンネルがあるからです。2つの路線が並行しているところに、あえて千代田線にだけ中間駅がある理由、そして駅名の由来となった二重橋。これらは地上に出ればわかります。相変わらず人気のない通路を進みます。まだ周囲が暗いので分かりにくいですが、左に曲がって進み、階段を上がった先にある森が東京のど真ん中にあるあの場所、皇居です。この駅周辺の位置関係がこちらです。
並行している千代田線と三田線ですが、道路の東側には丸の内のビル群、西側は皇居の堀という場所のため、全ての施設を道路下に収める必要がありました。両線のホームを隣同士にするには幅が足りず、駅が互い違いにできることになり、都営と当時の営団が協議した結果、千代田線に中間駅ができる今の配置になりました。両線のトンネルは一体化していたため、全体を営団がまとめて施工。千代田線は1971年3月、三田線は72年6月に開業しています。そしてこの二重橋前駅の由来が皇居にある二重橋。皇居外苑からもよく見える2つの橋がつながったこの橋ではなく、この奥にある橋が二重橋です。当時としては長い橋を架けるため、橋桁を二重にしていたのが由来でしたが、後に橋自体が架け替えられたため、橋の由来は消えてしまいました。一方、この駅では他の路線への乗り換えができませんが、東側に連なるビル群へのアクセスが良いため、2018年3月には丸の内の副駅名がつき、車内アナウンスでも読み上げられます。そしてさらに東には東京駅が並びます。私が先ほど出た場所の裏側には東京駅までを結ぶ大通りがあり、この下には地下通路があります。利用する路線や車両の位置にもよりますが、大手町から地下を進むより二重橋前から地下通路を進んだ方が近いこともあります。ただしこの地下通路、今は様子が違います。先ほどは左に進んだ場所を今度はまっすぐ進みます。ここを右に進み、階段エスカレーターを上がってさらに右側に東京駅へとつながる地下通路があるはずなのですが、今は囲いがあり先へは進めないようになっています。実はここ、感染症対策のワクチン接種会場としておととし7月から利用されています。通常時はギャラリーとしてアート作品が展示されていますが、今はそれらを見ることはできません。東京駅寄りの部分までが全て閉鎖されており、東京駅に行くには一旦地上に出るか、ここを右側に回り込む必要があります。右回りルートは通れる時間が限定されているので、時間帯によっては雨に濡れる場合もあり、ちょっぴり不便な状況です。そして地下通路はこれだけではありません。二重橋前と大手町をつなぐもののほか、反対側の日比谷駅まで続いています。そしてこちらが大手町へつながる通路。この先で通路は右に折れています。さらに先にあるのが先ほど私が降りた三田線の大手町駅。三田線のトンネルが膨らむため、千代田線のトンネルがそれを避けて右に張り出しています。改札からはそこそこ離れていますが、トンネルを走る列車の音がよく聞こえます。通路の途中には階段があり、ここで所有管理の区分が変わるのか、内装も変わります。通路を進んですぐのところにあるのが、最初に三田線の大手町駅に来た時には動線が映っていなかった三田線ホームのうち日比谷寄りにある改札。先ほどは閉まっていた改札の正面からも東側の建物に直接入れる通路があります。内装が違うので、どこまでが通路でどこからがビルなのかがよくわかります。こうした通路はそれ以外にもあり、このすぐ先のように内装のテイストがビルによって異なるのが面白いですね。この先に見えるのが序盤で私が通った大手町駅の三田線改札の前。遠くから見ると通路自体がカーブしているのがわかります。この改札のあたりではすでに三田線のホームが終わっており、奥に行くにつれて三田線のトンネル幅が狭くなり、代わりに右側の千代田線のトンネルが膨らんできます。真上の道路は直線のままなので、これらのカーブは千代田三田両線の配置によるものです。序盤で歩いていた時は分かりませんでしたが、改めて見ると色々気づくことがありますね。ここで二重橋前駅から逆方向、日比谷駅の方へ進みます。私が今いるのは二重橋前駅の日比谷寄りにある改札。序盤で出場した改札のちょうど反対側にある改札です。中盤の図にもあった通り、これらの駅は近い距離にあり、歩いて乗り換えることができます。接続路線のない二重橋前駅ですが、建設当時の資料には三田線大手町駅や三田線日比谷駅への接続を図ったという文言もあります。しばらく進むと内装が再び変わります。この内装は三田線日比谷駅の改札まで続いており、一本の通路ではあるものの、やはり場所によって所有管理が異なるのか、内装のテイストはまちまちです。大手町駅と同じく通路は一旦クランクして三田線のトンネルの真上に入り、
その後再び横にずれるという変則的な形状をしています。この先の角にあるガラスのケースに収められた謎の柱の横を過ぎると、三田線日比谷駅に3カ所ある改札の2番目に到着です。三田線の日比谷駅は大手町駅と違って改装され、改札横には休憩スペースもあり、天井からぶら下がっている看板にかかる場所以外は蛍光灯の脇に小さな板があり、間接照明っぽくなっているなど、いろいろ凝ったデザインになっています。そしてこの改札の正面には東京メトロ有楽町線の有楽町駅があり、さらに奥で JR 有楽町駅ともつながっています。大手町とは違い、都営とメトロの内装の綺麗さが逆になっています。おしゃれな休憩スペースを横目に、さらに先へと進みます。道路自体がここで右に曲がるため、地下通路も右に曲がります。3カ所目の改札の手前で三田線のホームが終わるものの、千代田線のホームはまだ先です。道路自体がカーブしていること、そしてこの先で日比谷線のトンネルと交差するため、千代田線のホームはこの先に作られており、三田線のホームとはそれなりに離れています。千代田線の建設当時、周りにあったのは日比谷線の駅と国鉄有楽町駅のみで、同じ営団の路線との乗り換えに便利な位置に駅が作られました。ここで連絡通路は一旦下の階層へと降ります。これは交差する日比谷線のトンネルを避けたものではなく、地下に通っている配管などを避けるためのものです。ここでは先に開業した日比谷線の方が深い場所を通っており、この右には千代田線と三田線のトンネルがあり、下では日比谷線のトンネルが交差しています。これは日比谷線が隣の銀座駅で銀座線と丸の内線をくぐっており、線路を深くしておく必要があったのが理由のようです。周りの施設との関係なのか、ここだけ通路の幅が狭く、ラッシュには乗り換え客で混雑します。一方、建設当時は地下に道路を通す計画もあったそうですが、実現することはありませんでした。階段を上がった先に千代田線の日比谷駅があります。このうちメインの改札がこちらで、隣にはコンビニも併設されています。そしてその先では、以前あった改札が廃止されたような痕跡が。通路との間はガラスの仕切りで塞がれています。通路を挟んで向かいにあるのが東京ミッドタウン日比谷。2018年にオープンした施設で、商業施設やビルなどから構成され、地下には巨大な空間が広がっています。今は休日の朝なので人がいませんが、日中は大にぎわいになります。そしてこの先では人が一気に少なくなります。都営とは違い、メトロの日比谷駅はあまり改装されていないため、余計に寂しさが際立ちます。通路脇には年季の入った文字の書かれた看板まであります。この先の出口はご覧の通り利用可能な時間が限定されており、始発終電の時には利用できません。もともと千代田線の日比谷駅の西側には日比谷公園があり、特にこちら側は他の路線から遠い場所のため乗降客数が集まりにくいです。なお、ここから南の区画は再開発が行われる予定で、建物のうちいくつかは解体工事が始まっています。というわけで、日比谷駅の突き当たりの改札までやってきました。この改札の名前は内幸町方面改札。内幸町は三田線の隣の駅の名前で、ホームの端まで数百メートルしか離れていません。営業時間は先ほどの出口と同じで、利用者が少ないのが分かります。両線が並走するこの区間、この改札から入れるのは千代田線のホームだけですが、都営の運賃表もあります。ちなみにこの運賃表はメトロと都営の乗り継ぎ運賃。千代田線の構内を一旦通ってから都営に乗り継ぐという謎の経路です。改札内にあるトイレをどうしても利用したい人向けでしょうか。まだ映していなかった千代田線のホームがこちらです。日比谷線とは構内でつながっており、ホームの大手町寄りに通路があります。日比谷線のホームは相対式のため、北千住方面ホームにつながる通路と中目黒方面ホームにつながる通路がそれぞれあります。この通路もラッシュ時には乗り換え客で混雑する一方、途中で幅が狭くなるという残念な構造に加え、バリアフリー対応でないのがネックです。そして通路といえば、中盤で通った地下通路は途中で左に分岐し、日比谷線のトンネルの真上を通ってさらに先まで続いています。日比谷線の上の通路はまた内装が違い、隣の銀座駅では駅がリニューアルされているため、大手町駅に負けないくらい綺麗になりました。それだけではありません。
この地下通路はさらに隣の東銀座駅まで続いているほか、大手町駅では東西線ホームの上を通ってさらに先まで続いています。全体ではこの字になっている地下通路、その長さは3キロ弱あります。ルートの関係上、端から端まで歩く人はまずいなさそうですが、渋滞を避けられる地下通路はそこにつながる他の通路と合わせ都心の交通を支えています。内装もコロコロ変わって面白いので、足を運んでみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。